皆さんこんにちは。日本語講師のゆりです。この5分ジャパニーズリスニングプラクティスでは、日本語の意味や日本の文化だけでなく、なぜ日本人はそう考えるのかという背景にある考え方も一緒に考えていく、そんなポッドキャストのコーナーでございます。日本人って褒められると、そんなことありませんって謙遜して否定しちゃう人多くないですか？今日はこの謙遜とありがとうの使い方について話をしたいなと思っております。今日もね、引き続きこちらの、お金に困る人、困らない人という本から面白いなと思った章を取り上げていきたいんですが、今日のテーマは、食えない人はお世辞にそんなことはありませんという、食える人はお世辞にありがとうというという内容でございます。皆さん、日本人とコミュニケーションを取ったときに、相手を褒めたことってありますかね？お世辞じゃなくても大丈夫です。普通にすごいなぁと思って言葉にしたことありますか？その時、どんな反応が返ってきましたか？多分、多くの人がこういう返事を聞いたんじゃないかなと思います。いや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 、そんなことないです。いいえ、全然そんな。みたいな。そうなんですよ。日本人は褒められた時にそれを否定してしまう人が本当に多いんですよね。この本ではそんなことはありませんという人は食えない人、つまりお金に困る人であると言っていて、ありがとうと言える人は、食える人、つまりお金に困らない人っていうふうに言っています。つまり褒め言葉を素直に受け取れる人と否定してしまう人の違いを言ってるんですよね。この本はビジネスパーソン向けに書かれた本なんですよ。取引先とか営業先で相手がね、お世辞を言った時に、いやいや、うちなんかまだまだですって謙遜するのが日本では一般的なんですね。で、素直に受け取ってしまうと、厚かましいとか、なんかやたら自信がある人だなっていうふうに思われることもあります。謙遜は控えめに振る舞うことですが、本ではこれを否定していて食えない人だぞというふうに言っていますね。で、今日は実際に褒められた日本人がその言葉を心から否定しているのかっていうところを話したくて、実際のところ本当に否定してる人は案外少ないんじゃないかなって私は思っています。で、どっちなのか判断するのにいいポイントは、表情を観察することですね。日本人は言葉では謙虚に否定することも多いんですが、意外とね、表情には喜びとか照れっていう感情が出ていることが多いですね。で、家に帰ってから褒められた言葉を思い出してひっそり喜ぶ人も案外多いんですよね。私自身は褒められた時にその場で嬉しいです、ありがとうございますって伝えるタイプなんですが、中にはその場では控えめにして、後でね、心の中でその褒められた言葉を大切に持ってる人も結構いますよ。あとね、家族に話したりして自分の頑張る力に変えてる人も割と多いなって私は思います。なので、日本人を褒めたときに相手が否定しても言葉だけで判断するんじゃなくて、ちょっとね、表情や態度にも注目してみるといいかもしれません。ちなみに皆さんが日本語でコミュニケーションを取るときに、その謙遜をね、無理に真似する必要はないかなと私は思います。もちろん、謙虚さこそ美徳というふうに日本人と同じように考える文化圏の方はそのままでいいと思うんですが、中にはなんで褒められてるのに否定しなければならないのかっ
っていうふうに感じる方もいらっしゃると思うんですよね。そういう方は自分らしい言い方で答えてもいいと私は思います。では今日はこのあたりにして最後にお知らせがあります。もしあなたが日本語は話せるのに日本人の本音や暗黙のルールがいまいちわからなくてうまくいかないことが多いならぜひプレプリで私と一緒にレッスンをしませんか？私のレッスンでは単語や文法よりも話し方であったり、距離感であったり、ニュアンスであったり、その選び方であったり、皆さん自身の価値観を大切にしながら実際の会話で使える日本語のセンスを育てるようなそんなレッスンができます。もっと自然にもっと気持ちよく日本語でコミュニケーションを取りたい方、お会いできるの楽しみに待っております。概要欄にリンクを貼っているのでそこから予約をお願いします。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。